どうも、うどん屋です。今回は大好評だったフローチャートを使った解説動画の回路人編ということで、今回も僕がどういう風に考えているのかみたいなのをフローチャートにしてみましたので、それを使った、解説動画を撮っていこうかなと思います。で、今回も回路編のフローチャートの紹介から入って、で、後半にその考えを実証しているリプレイの解説をしていこうかなという風に思います。で、保険をかける感じになるんですけど、フローチャートはあくまでも考え方を極力簡略化したもので、存在する全ての配置に使えるものかっていうと、それはちょっと違うんですよね。で、前回のボックス配置の動画のコメントで、シューターを使って攻めることはないんですかみたいなのをちょっといただいたんですけど、たまにあるんですよね。たまにあるんですけど、シューターを使うってなったらまたもっと見る場所も増えて、フローチャートも複雑になるし、動画も長くなっちゃうしっていうので、やめたんですよね。で、僕の思考回路を言語化したとは言ったんですけど、結構気分で攻めたりするんですよね。性格的な部分で、同じことやっててもあれだなみたいなので、安定した取り方がある配置にも気分で違う攻め方したりして、それで取れる時とかもあって、だから今回みたいな解説動画で使用するリプレイとかはちゃんとさすがに動画の内容に矛盾しないようにやろうと思ってるんですけど、シーズンが終わったら毎回出してる動画があって、シーズン中に撮った全サラチを上げるみたいなのをしてるんですけど、その中の配置だと同じ配置なんだけど、取り方が全く違うみたいなのもあったりするとは思うんですけど、それはフローチャートが違うとかじゃなくて僕のただ単に気分の問題なので、そこはね、あらかじめご了承くださいっていうのを言っとこうと思ったんですね。この間の動画出してから。はい、それでは今回の動画で使っていくフローチャートの回路人版がこちらになります。今回は全部で4ステップで、間に細かい解説とか入れながら見ていこうかなと思います。それではフローチャートの説明に入っていこうと思います。はい。それでは、ステップ1です。ステップ1は、兵器の仮決めって書いてあるんですけど、使う兵器だけ一旦決めます。どこに出すかとか、どこで使うとか、そういうのは一旦置いといて決めていきます。じゃあ、兵器の仮決めはどこを見て決めるかっていうと、中心部分のね、密集具合を見て決めます、これは。で、中心部分が密集してたらほぼシューターですね。で、回路陣攻めるときは僕8割ぐらいシューター使います。中心にインビジブルの呪文タワーが2つあるときは例外で突撃艦を使ったりもしますね。後でシューターを使うときに星1しにくくなるコツも、紹介しようかなと思ってます。ということでまずこの一旦ステップ1は中心部だけ見て、タウンホール以外にもいろんな施設があって火力が高そうなら一旦シューターを使うことにして、次に、ステップ2の面に行こうかなっていう感じですね。どこに出すとかは本当にこの段階では決めずに後で変わる可能性もあるので一旦仮決めって感じですね。はい、ステップ2。次に面を決めていきます。面を決めるのはどこを見るかっていうと、モノリスとイーグルを見るんですけども、ここで大事な意識は、中心部の高火力施設を少しでも早く壊せる方から攻めるって感じですね。これ言い換えたら、後半に高火力施設を残さないようにするっていう感じですね。要は。で、ここは、イーグルとモノリスを見て、イーグルとモノリスの位置って大体、2パターンあって、近くにあるか、対角線にあるか。対角線にあるのがね、結構難しくて、同じくっついてるならもうそっちから攻めたらいいんですけど、離れてる場合、対角線にある場合は、それぞれの周りを見て、投石とかインフェとか相手のヒーローとか、より固まってる方から攻めた方がいいですね。落ち着いてみたら、結構両方に火力分散してることってあんまりなくて、重い方は割とあるので、配置によって。本当にまんべんなかったらもう気分なんですけど、エアスイとか見て。とにかく後半に火力が高い施設を残さない面から攻めるのが大切です。はい。ここでステップ3、兵器を確定させます。ステップ1の仮決めの時に突撃艦選んでいたらこのステップは必要ないんですよね。そのまま突撃艦選んでステップ4のサイドカットのヒーローの出す位置っていうところへ、言ってもらったらいいんですけど、問題はね、ステップ1でシューターを選んだ場合の考え方なんですよね。で、ここでステップ2で選んだ面の両端を見て、シューターで削れるところを探してどっちに出すか決めるんですけども、最初に言ったようにシューターって結構あんま馴染みがなかったりするんで、ここでちょっとシューターのことについて詳しく説明していこうかなと思います。まずシューターで削れるところを探してって言ったんですけど、そのシューターで削れるところはどこか、何を見て削れるか削れないかの判断をするかっていうところですね。それはね、シューターより、射程が長い施設がない場所ですね。このシューターより射程が長い施設っていうのは迫撃砲と対地のクロスと対空のクロスと、あとモノリスですね。クロスとモノリスはね、結構真ん中あたりにあったりするんで、あんまり意識してなくてもそんな大丈夫なんですけど、迫撃砲はね、結構注意が必要で、3連砲のやつだとちょっときつくて、で、ここでの主なシューターの使い方はサイドカットなんですけど、対空砲だったり、投石機がこのシューターで折れるとかなり美味しいんで、なのでその面を選んでどっちがシューターで削れるかなって考えた時に、対空砲の位置と、さっき言った迫撃砲が3連砲じゃないかとか、その辺を見て僕は決めてます。で、シューターで攻めますっていうと、結構多いのが星1が怖いっていう、シューターって結構かなり扱いづらいというか、ライドラがタウンホールに向かうかどうか結構博打みたいに感じる方もいるんじゃないかなっていうので、僕も結構最初はそうだったんですけど、使ってたらシューターを使うコツが分かったので、ここで星1しにくいシューターの使い方のコツと、注意点を紹介していこうかなと思います。おそらく博打になっている方が分かってないのが、どのぐらいサイドカットすればいいのか、で、そのサイドカットにどのぐらい時間をかけていいのかだと思うんですよね。この辺が明確になれば、迷いなくシューターを使えるし、いいんじゃないかなと思います。
正解はないんですけど、一旦僕の目安を言うと、どのぐらいサイドカットをするかっていうのは、ターンホールの区画幅があるじゃないですか。幅分よりちょい広いぐらいが、目安ですね。で、時間に関してなんですけど、だいたい30秒から1分ぐらいはかけても大丈夫です。そんなに時間切れが怖い戦術ではないので、焦ってカットできてない状態で攻めちゃうのが一番良くなくて、そのライドラが中心に向かわない、でも兵器も使ってしまったっていうので、星1みたいになるんで、この辺も、後で、実際にリプレイを見せながら解説していこうかなと思います。で、注意点に関してなんですけど、さっきのシューターよりも射程が長い説への警戒することと、あと、隠しテスルのチェックとか、あと、リックスケルトンのね、チェックですね。本来なら大砲だったりアチャ島には撃たれない、シューターの方が射程長いんで撃たれないんですけども、外周にあると射程内に出してしまって、その無駄に被弾をするみたいなことがあるので、そこら辺は気をつける必要がありますね。ステップ1でシューターを選んでた場合っていうのはちょっと詳しく解説した理由は、ここでもし削れるところがなかったら、シューター選んでても突撃艦に変わる可能性があるんですよね。で、削れそうな場所があったとしても、後で紹介する突撃艦確定配置っていう僕が呼んでるのがあって、でそれは突撃艦を選びましょうっていうのを書いてますね。そしたら最後のステップ4ですね。サイドカットのヒーローを出す位置を決めていきます。これは結構簡単で、まずシューターを選択した時の場合、そのステップ3で兵器が確定させたのがそのシューターだった人は、シューターを出した側の反対側の面ですね。で、突撃艦を選んでた人は、好きな方ですね。これは活かせそうな方って書いてあるんですけど、この活かせそうな方っていうのは、そのヒーローが活かせそうでもいいし、ライドラの本体が活かせそうでも、何でもいいですね。とりあえずなんかユニットが活かせそうな方っていう感じで、ライドラのためだったら対空砲が壊せそうな方から出すとか、そんな感じですね。最後にこの回路は突確定っていうやつは、さっき言ってたね、突撃艦確定配置っていうのはこれですね。この十字の配置いろんなタイプがあるんですけど、考え方自体は同じで、ただ突撃艦を選ぶっていうだけですね。後でこの配置の解説もしようかなと思ってます。はい。フローチャート自体の説明はこんなところですね。で、これを僕がどう実際に当てはめて攻めているのかっていうのを今から解説していこうかなと思います。それでは早速リプレイ解説の方に移ろうと思います。はい。最初はこちらの回廊陣になります。こちらの回廊陣は結構よく見るテンプレって感じなんですけど、これもシューターを使って攻めていきます。そう、最初に中心部見て、中心部、こんだけ軽くあったらさすがに、こんだけ施設が、この四角の中に詰まってたら、もうシューターですね。で、ステップに次面を決めるんですけど、イーグルとモノリスを見て、今回対角の位置にあるじゃないですか。イーグルここで、モノリスがここですね。で、今回対角の位置にあるんで、それぞれの周りを見て、どっちの方が火力高いかなっていうのを、火力高いっていうのが、そうね、後半に残したくないかなっていうのを決めるんですよ。で、今回で見たら、イーグルの周り、クロスがあるんですけど、対地クロスって、ライドラ撃てないんで、ただね、この対空砲ぐらいなんですよね。イーグル側から攻めても。でも、モノリスの方を残しちゃったら、マルチ IT とこのヒーローとかね、ボーデの像とか、対空砲もあるし、こっちの方が明らかに重いんで、今回はこっちから行くって感じですね。この配置は結構どっちも良かったですけど、この辺になんかクロスとかがあったら、もう今回みたいにくじで出した方がいいですね。射程は結構覚えるしかなくて、感覚というか、慣れですね、この辺は。フレチャとかでやって。で、シューターで、サイドカットを今、だいたい、今ここでシューターを出したじゃないですか。シューター出して、2分8秒とか7秒とかに出して、で、今本体をこう攻め始めるのが、30何歩とかなんで、1分、40秒ぐらいですね。だいたい40秒ぐらいサイドカットに時間かけてるんで、こんぐらいかけてもいいんですよね。サイドカットのそのとこでも言ったんですけど、この他の区画、この四角い区画の幅ちょいっていうのが、ここで、もうライダー今ここなんですけど、ここら辺に来る頃にはこの大砲が折れてるじゃないですか。だから、こっちには多分行かないから、ここに来たライドラが、こっちに行くことはないんですよ。ここさえ折れてれば。ライドラの進行度を見ながら、ライドラがこの辺に来る頃にはこの大砲は折れてるから、出してもいいなっていうので、今出してますね。はい。でヒーローもこっち側カットしなかったらこっち側に行っちゃうんで、ヒーローもちょいちょい出していくって感じですね。で、ここ折れてるんで、もう絶対こっち行くんですよ、ライドラが。こうなってくれたら、シューター使ってサイドカットをしても大丈夫っていう感じですね。ちゃんとサイドカットをしてるんで、真ん中に行ってくれるという感じで、はい。こんな感じですかね。これが結構一般的な回路の攻め方というか、やり方ですね。また後で、インビジブルが2枚あったら、突撃艦みたいなのも言いましたけど、そういうのもね、解説していこうかなと思います。はい、この配置はね、結局ね、ロイちゃんなしで取れたんですよね。じゃあ次、2本目のリプに行きたいと思います。はい、次は、この配置を解説していこうかなと思います。この配置を見たときに、今回火力高いのは明らかにここで、ターンホールはね、密集はしてるでいいかな。これは密集してますね。はい。密集してるかしてないかの判断ももう結構適当なんですけど、密集してて、で、火力この辺後半残したくないじゃないですか。イーグルモノリスあって。だから、こっちから攻めるってなって、で、こっちがこっちのシューターで削れる方を探すんですけど、ここに今、対地のクロスボウがあって、これがあるからこっちが削れないんですよね。だから、こっち攻めてます。こっちかって見てもいいんですけど、
何もその面の両端って言ったんですけど、きっちり両端である必要はなくて、シューターを出してどれだけアドが取れるかを考えるのが大切で、今ここに出したところで、対空砲1本しか折れないんですよね。まあこのアチャトぐらい折れるかな。この辺カットしてね。でも、マルチは多分折れないし、奥すぎて。だったら、もうこっちの投石もワンチャン折れそうなこっちに出した方がいいかなって感じですね。あとね、サイドカットの、今回のこれとかだと、こっち今シューターで削ってるじゃないですか。だから、でもこっちヒーロー出してカットしてますけど、今この金山があるけど、今こう面で出して、こっちに行ったライドラは、こう揃える可能性あるけど、オーデの像とかに行ったライドラって、こっちがもう、今も削れてて、このライドラがこの辺に行くまでもまた削れるから、右に行ったのはもう、どこ行くか予想つかないんですけど、このマルチ IT に行って、イーグル行って、投石に行ったらもう、こっち行くしかないんですよね。はい。じゃあ次のリプレイに行きたいと思います。次のリプレイは、この配置ですね。これはさっき言ったインビジ2枚の配置ですね。だからもう突撃艦で行きますって感じで。これはその突撃艦だからヒーローを活かしやすい方っていう風に言って、まあ活かしやすいっていうのはね、人それぞれだと思うんですけど、今回はね、こっちベビードラでカットして6時からヒーローで、9時に流していくんですけど、この辺施設スカスカだから、こっちの方が時間かかるから、着糸金でカットの時間早めてた方がいいかなと思ったんで、こっち出しましたね、ヒーローは。で、突撃艦出して、で、この辺の呪文がね、マジで大事で、タウンホール隠れたら意味ないんで、結構惜しみなく使ってもいいかなと思います。はい、前回と。この配置あんまり好きじゃないですね、僕。はい、次は、この配置ですね。この配置を攻めていくんですけど、真ん中、中心部はね、密集なんで、今回はシューターに決めて、で、面を決めていくんですけど、中心部を見て。で、イーグルとモノリスがね、こことこう、今回対角にあるじゃないですか。イーグルここでモノリスここですね。で、周り見たときに、その対空砲で、ヒーローはね、この辺結構まんべんなくって感じで、こっち投石とマルチ IT とってあって、どっちから攻めてもいいかなって感じなんですけど、このシングルと、あと僕、アチャクイが結構ね、苦手というか早く処理したいんで、今回は12時9時のこっち側の面から行きますね。で、呪文なんですけど、今回ポイズン2ですけど、どっちかレイジだったら、そのレイジの方から攻めた方がいいですね。レイジマルチとかレイジ投石結構きついんで、そこをなるべく早く乗り切れるような感じでっていう、その後半に怖い施設を残さないっていうのがもう本当に一番大事な考え方ですね。で、12時9時で見たときにシューターどっち出すってなったら、迫撃砲が2本あるんで、このシングルまで削れたら美味しいんですけど、シングルまで削ろうと思ったらこの対地のクロスがあるから、どうかな、厳しいかなと思って、ちょっとこっち重いんで、こっちを削ってます、今回は。この対空砲とアチャ島と迫撃あたりかなまで削ったら、このタウンホール区画がこうあるじゃないですか。タウンホール区画の、ちょい広めだから、こことここを削れれば、もう、こっちにライドラがそれることないんで、ここからそうですね。あそこがな来て、で、こうね、テスラ引けたから結構運良くて、ちょっとバルーンでだけ散らしながらヒーローで削ってって感じですね。で、ここがカットできたんで、こっちでもうライトラメンスタートさせて、で、この配置だと、こっちが明らかに重いじゃないですか。こっちも結構削れて、こっちに行ったライドラはもうタウンホールの方に行ってくれるのが確定なんで、こっちだけ削れたらいいなっていうので、ヒーローも出してますけど、こっち側だけに先にレイジ打って、こっち側の削りを早めてますね。で、このエレタイ出てきて、こう、ポイズンタワーと一緒に止める。このフリーズの付け方がね、良かったですね。ここ止め続けたら、ポイズンタワー投げられるの結構痛いんで、ここ止めるのは大事ですね。なんだかんだ。で、中心部ご利用して、やっていくと。これ、ロイちゃん使わずにいけるかなと思ったんですけど、使ってますね。はい、っていう感じですね。それでは次の配置に行こうと思います。はい、次の配置はこの配置になりますね。この配置は結構特殊というか、ちょっと例外的な配置になります。これ、もう本当に珍しいんですけど、シューターって決めてて、最初に。で、後から突撃艦に変更したリプですね、これ。ここ、タウンホールがあるじゃないですか。で、タウンホールの周り見たときに、密集してるんでシューターで行こうかなって思ったんですけど、モノリスとイーグルの位置を見て、こっちから攻めるってなったときに、6時と3時を見たときに、対空砲ちょっと奥の方にあるじゃないですか、この配置。対空砲奥の方にあって、で、この辺、対地のクロスがあるから、ちょっときついかなと思って、はい、見ていきましょうか。で、突撃艦の時はもうヒーローは好きな方から出していいんで、今回だと多分結構火力音なしなんで、もうこっち3時側をベビドラでカットして、これね、あと、このウィズダードでここ削って、ここ穴開けて、ヒーローを内側に入れようとしてますね、これ。ね、6時側をヒーローで、カットしていくって感じですね。
なかなかその後から突撃艦に変えるっていうのはあんまりないですよね、本当は。突撃艦この辺から出して、まあやっていくっていう感じですね。あとね、このフリーズめっちゃ下手やったね。投石も固めるべきでしたね、これ。まあそんな感じで、前回ですね。それでは最後のリプになるかなと思うんですけど、フローチャートのとこでも言ってた、十字のやつですね。今回ちょっとこの配置で説明していこうかなと思うんですけど、基本的な攻め方は同じで、タウンホールを見たときに密集してないからこれも突撃艦なんですよね。で、面決めるときに、この配置結構迷うところではあるんですけど、こういう配置は、インビジブルの呪文が大抵、1個か2個か。2個あることはあんまないけど、1個あったりするんですよ、こんな感じに。そういう時に、もしこっちから攻めてたら、イーグルがね、早く壊せるようにって攻めたら、突撃艦の爆破ダメージで、先にインビジブルの呪文が起動して、タウンがね、せっかくフリーズ打っても隠れちゃったりするんで、その辺をちょっと見ながらこの配置は攻めてたりしますね。だから今回はこっちから行くんですよね。モノリスが壊せて、で、インビジブルも誤爆の可能性がない方からって感じですね。はい、いかがだったでしょうか。回路人結構星1がね、苦手な人とかいると思うんですけど、動画内でも説明したシューターのコツとか、ちょっと意識することとかやったらね、多分だいぶ取りやすくなるんじゃないかなと思います。ぜひ、試してみてください。はい、それでは本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。